皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、こんな値上げパターンもあるのかという話題になります。これもまた知らなければ対策ができないということで、とても重要なことだと思いますので取り上げてみます。流行り病蔓延から世界は一変し、文字通り様々なことが起きています。特に私たちに襲いかかっているのは物価高、値上げです。これは企業においても同じで、いかに生き延びるかということで必死になっているわけですが、その中で何とかなるんじゃないかと思考停止している人はかなり危険な状態になると思います。もちろん、莫大な資産がある人は別かもしれませんが、中国で起きている現象を見ると資産を持っていても安泰ということは決してないと感じています。ところで皆さんは2024年問題というのをご存知でしょうか。働き方改革というものと合わせて言われる名称なのですが、今回はこの件について取り上げてみます。2024年問題について知っている方は、瞬間的に自分には関係ないと思ったかもしれません。実はそんな甘いものではありません。99% 誰にも悪影響が出る問題だと思います。そこでこの動画では、1、流行り病蔓延時に起きたあれがまた起きる。2、私たちにどんな影響が出てくるのか。3、どうやって身を守っていけばよいか。という流れで話を進めていきます。動画を作成するためには情報収集にまあまあの時間をかける必要があるのですが、その中で感じるのはこれから起きることは文字通りシャレにならないということです。多くの方が必死で節約して1000円の節約効果を捻出しているのに、瞬殺でその努力が吹き飛ぶという現状に思考停止になりそうな気持ちになるのは非常によくわかります。それでも現実を生きなければならないわけですから立ち向かっていくしかありません。不意打ちを食らうというのはメンタル的にもきついので、リスクを知って対策に知恵を振り絞って迎え撃つくらいの気持ちで強く生きようではありませんか。そのように考える方のお役に立てることを祈りつつ動画を作成しています。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、冒頭でお話しした2024年問題ということについては、以前動画を作成しておりますので、詳細はそちらをご覧いただきたいのですが、初めてこのチャンネルに訪れていただいた方のためにざっくり言うと、2019年から政府主導で始まっている働き方改革というものがあります。それはどんな内容かというと、厚生労働省のホームページに明記されているところによると、我が国は少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲、能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。という理解しにくい目標が掲げられているわけですが、実際起きていることが問題で、時間外労働時間に制約と罰則が設けられ、企業存続に関わるような締め付けといって良いほどの政策を取り始めています。その働き方改革は大企業から始まり、時期をずらして中小企業の実施、そして時間外労働などの制約を受けると業務に支障が出やすいと言われている業種には5年間の猶予が設けられたというわけです。その猶予期間が終わるのが2024年ということで、そのことによって起きると予想されているのが2024年問題と言われています。2024年からの規制対象になる業種はというと、建設事業、自動車運転の業務、運送・物流、医師、鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業という業種となります。これらの業種に関係のない仕事に就いている方にとっては関係ないと思いますよね。ところが、それは大きな、そして致命傷になるかもしれないほど大きな勘違いをしています。今回の動画で多くの方が陥っている勘違いについて警鐘を鳴らしていきたいと思います。ネット上で配信されている2024年問題に関わる動画というのは、各業界人がその業界で何が起きるかということにフォーカスしたものが多く、どちらかというと部外者にとってはそれらの話は少し難しいかもしれません。より詳しい専門的なことは、各業界の方が発信している動画を参考にしていただき、この動画では私たち庶民にどんな影響が出てくるかについての説明に集中していきたいと思っています。この政策に対しては一言も二言も言いたいことはあるのですが、それよりも私たちの生活はどうなっていくのかということの方に興味があると思います。結論から言うと、2024年4月から実施されるこの規制によって、
私たちの出費はますます増えていきます。しかも4月から急にということは考えにくく、規制対象の業界はその前から 100% 値上げしてきますので、私たちの家計を襲うのは今年です。合わせて政府の電気、ガス、ガソリン代に対する補助事業も9月で終了しますから、そのあたりが一気に値上げが実施されてくると思われます。どの程度値上げになっていくのかは誰も分かりません。流行り病蔓延以前のように戻ることは 100% ないことだけは理解しておきましょう。具体的に話をしていきます。思い出してほしいのですが、流行り病蔓延の時って物流が滞ったということがありました。世界規模で言えば、世界各地で起きていたロックダウンによって海運業が麻痺しましたよね。その影響はまだ続いているのですが、輸送船からコンテナを下ろし、すぐ別の荷物を積んで次の港に運ぶという通常の運航ができなかったことにより、あらゆる物資の品切れが起きました。トヨタ自動車も部品の納入が遅れたために工場の稼働を停止する事態にもなりましたし、新車の納入に1年以上かかるということまで起きました。その影響は一部でまだ残っています。当時荷主は必要に迫られ、運賃を割増ししてでも原料などの製品を手に入れる動きに出ました。当然末端価格は高騰しました。あの頃、原料や製品が手に入らないことでコストアップになったり、販売機会の損失、売りたくても物がないことで売り上げが計上できないという事態になりました。多くの人が物流が麻痺すると経済も麻痺するということを目の当たりにしたと思います。今、第3次世界大戦が勃発する気配も出てきましたが、まさにそれらが起きると輸入大国日本は食糧危機に直面します。ということは物流に問題が起きると命まで取られる事態になるということの認識が必要になるということです。では2024年問題の中で物流業界に起きることとは何かというと、物流の麻痺が起きることであり、それは確実になってきています。野村総合研究所によると 35.9% の荷物が届かなくなるという試算が出ています。これが何を意味していると思いますでしょうか。先ほども述べたように私たちは流行り病蔓延時に経験したことがまた違う理由で再発するということです。必要に迫られた荷主たちは運賃を多めに払ってでも荷物を届けないと売り上げにつながりません。それができない企業は倒産の危機になるでしょう。話を整理します。今後物流業界において働き方改革の規制が実施されると物流の麻痺が起きます。なぜそれが起きるかというと、詳細は割愛しますが、働き方改革には時間外労働の規制があって、1人のドライバーが働ける時間に上限があるのです。では人を増やせばいいということかもしれませんが、トラックドライバーというのは基本給が低く、残業代によって普通の生活を維持できているということで、新たにドライバーになる若手がいないという問題があるのです。しかも今回の働き方改革によって手取り収入が減ることになるので、稼げなくなった、もしくは生活が成り立たなくなったトラックドライバーの退職が進んでいます。そして運送会社は1人のドライバーが長く運転することができないため、バケツリレーのようなことをしないと規制を守れなくなる。つまり途中に中継点になる倉庫を準備しないといけないなどの対策をする必要に迫られ、これはコスト上昇につながり、運賃の値上げにもつながってくるというわけです。このような背景があることを踏まえた上で考えてもらいたいのは、物流業界のお世話になっていないものって世の中にないということです。あらゆるものが物流業界があって初めて私たちの手元に届けられています。個人的にネット上で購入するケースはもちろんのこと、スーパーで購入する食材も日用品も全て物流業界によって届けられていますし、皆さんがお勤めの会社においても物流業界がなくては成り立たないと思います。このようにこれから起きる2024年問題というのは、私たちにとって生活コストの上昇になることは間違いありません。節約のために不要不急の製品やサービスを止めることで節約はできても、生活必需品全ての物流コストが上昇するわけですから、出費も上昇することになります。具体的にどれだけ上がるかは誰も分かりません。こればかりはなってみないと分かりませんが、トラックに使用する燃料費も今後値上げがされていきますので、製品価格に影響が出ることは間違いありません。またしても政府の政策によって庶民が苦しむことになるのですが、こうなることを分かってやっているとしか思えないのです。働きたくても働けないという狂った世の中になってきています。おそらくこれはグローバリストたちの利益を最大限にするために、企業の利益を圧迫していると考えられている無駄な残業をカットさせ、利益を最大限にしていこうという思惑が背景にあるのではと思います。働き方改革などという耳障りの良い目標を立てるなら、
残業をやらずとも必要十分な生活ができる給料を払えるようにしたらいいと思います。しかし実際は何が起きているかというと、働かなければならない事情がある人はダブルワーク、トリプルワークをすることになり、むしろバイト先では本業よりも低い時給で働き詰めになっているのが現実です。皆さんはどのように感じますでしょうか。このように私たちの生活を支えている物流業界に異変が起きていて、私たちの生活コストまで上がる結果になっていきます。私たちにできることは、節約は当たり前として収入を増やすことを考えないと生活が追い込まれてしまいます。節約をすることで日本の経済は落ち込んでいくことに拍車をかけてしまうのですが、それは政府が考えることであり、私たちは足元の生活を成り立たせていかなければならないと思います。具体的にどの程度の物価高になっていくかということは予想しにくいのですが、家計の支出内容に物価高の影響を受けそうな項目を洗い出し、係数をかけて予想をしてみることが必要です。係数とは、例えば電気料金は今後 1.5 倍になると予想した時のこの数字のことです。そうやって直近の家計をもとに予想してみて、どのくらいの支出が増えるか、それで足りるのか足りないのかということがある程度わかると思います。そういったことを考えるために、今回取り上げた動画のようにこんなことでも値上げが進行していくということを知る必要があるということです。本当に厄介な時代になってきました。収入を増やすことで注意しなければならないのは、簡単に努力なしで儲けられるという類の情報には手を出さないようにするということです。そんなものは話を聞く前に詐欺案件だと思った方がいいです。きっぱり断れるタイプの人は高額のために話を聞くのもいいですが、その場の空気で断れない人がほとんどです。だから君子危うきに近寄らずです。今回の内容も間違いなく私たちの身に降りかかってくることですから、真剣に向き合っていきましょう。努力をすれば意外な突破口が見えてくる可能性が大きいです。行動しなければ事態はどんどん悪くなります。ことあるごとに言っていますが、大きく見れば良い方向に進んでいるのです。ただその過程で世の中の膿を出すための痛みが今現在起きていることだと思います。ろくでもないことを考えている輩はごく少数です。大多数の庶民がその気になれば絶対世の中は良くなりますし、その動きも見られます。ただ日本民族というのは痛みが伴わないと目が覚めない民族なのかもしれませんので、もう少しの間頑張るしかありません。いかがだったでしょうか。今回取り上げた物流問題というのは、私たちの生活には欠かせない仕事であるにもかかわらず、ネット上では配送料無料という無料で当たり前になってしまっているところに問題の深さがあるのかもしれません。ネット上の配送料無料というのはマーケティング上の表現だったりするわけでしょうが、支払うべきものは支払うという意識も消費者には必要になってくることかもしれません。ますます厳しい時代になりますが、この試練を乗り越えていきましょう。私も必死で考え収入源を増やすことを実行していますし、さらなる模索もしています。今必要なのは行動あるのみです。共に試練を乗り越えて生き延びましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。